朗読修羅場復讐。母親が飲酒運転の男にひき逃げされて殺された。男はたった2年で出所。ある日、私の勤める介護施設の入居者の書類に、男の母親の名前があった。身元バレ防止のため一部フェイクあり、またグロい表現多少あり、長文になります。読みにくかったらすみません。自分の母親は10年ほど前の春の夜、父親と一緒の散歩途中、飲酒運転のおっさんにひき逃げされて殺された。家で留守番していた私は、父親の母さんが目の前でひかれたっていう絶叫にも近い電話で現場に駆けつけた。道路にブレーキ痕は全くなく、車の進行方向とは逆のところに血痕と細かい無数のガラスの破片が散らばっていた。父と一緒に母を探した。母はおよそ70メートルほど吹き飛ばされた田んぼと水路の隙間で見つけた。私がダメ元で心臓マッサージした。父を呼び、警察、救急を呼んだ。すぐ警察と救急が到着した。ほんの数百メートル、本当に視界に入るくらいの場所に病院があった。父だけが付き添いで行った。私は残り、わかる限りの状況を警察に説明していたところに、フロントガラスが半壊状態の車が戻ってきた。そいつだった。赤ランプが大量に点灯していて怖くなって戻ってきたと言った。前が半壊状態で前が見えないから窓を開けて運転してきたと言った。その場でそいつは逮捕された。思わず殴りかかろうと思ったら警察に引き止められた。その家族、母親と二人暮らしもクズだった。通夜に来たとき、その男の母親と男性が来た。追い返そうとしたら、玄関で土下座した。けど、言った言葉が、某協同組合に言われたから来た。分厚い香典の封筒を叩き返した。その後、葬式書なのか、初盆など、一回も訪問どころか、墓参りや電話一つなかった。男は最初懲役3年3ヶ月と言われた。飲酒運転で捕まった経歴があるせいなのか、執行猶予はなかった。ごめん、そこら辺は記憶が定かでない。けど、上告して結局2年7ヶ月ぐらいになった。模範囚とかで結局は2年ちょっとで出所した。出所してからも上記の通り一向にこちらに連絡を取ることすらなかった。同じ市内で車で20分程度のところに住んでるのにな。前置き長くなってすみません。
ここからが本筋です。私は介護施設に勤めていて、現場での責任者をしている。一人入居者が亡くなり、次の入居予定の書類を確認していたら、その中にあの親子の書類があった。あの母親がどうやら介護認定を受けたらしい。男と二人暮らしで、かなり困窮しているらしく、ここらの地域では一番安いところをチョイスしたら、私の勤務先に偶然申し込み依頼したらしい。生保だった。即座に事務長のところに行って、そいつの書類と一緒に辞表を持って行った。洗いざらい上記のことを全部ぶち開けて、これが入ったら虐待しかねない。やめさせてくれと申し出た。なぜか辞表は受け取ってもらえなかった。そしたら2日後には全く違う人が入所していた。そいつの書類は見かけなくなった。正直わかってたんだ。施設が私を辞めさせられないことは。ただでさえ人手が少ない上に、現場の下の者の不満を抑えていたのが私だったから、下手に私が辞めると連鎖的に少なくとも4人近く抜けることが目に見えて分かっている状態だった。あと、ちょっとした資格持ちで、そっちの方面でもいろいろとしていたので、余計に辞めさせづらいだろうと。その後は簡単だった。その地域にある施設のほぼ8割に知人がいたので、泣きながら上記のことを訴えた。残り2割は費用がお高い施設だったので、生保にはまず手を出せないところばっか無視した。そして2日前、民選委員から連絡があった。電話を取ったのは父親だったので、聞いてみたら、何かの恩赦を与えてほしいとのこと。そこら辺は詳しくは聞いていない。無論拒絶。現状を聞き出したらしく、聞いたら、未だ2人暮らしで暮らしているとのこと。あの時の書類の内容を思い出した。生活状況のところに、酒乱、DV、不潔行為、徘徊って言葉書いてあった。緊急連絡先とかも息子以外は書かれていなかった。次の連絡先には民生委員の名前が書かれていた。介護者としては最低のことをしたと思っているけど、後悔はしていない。私が虐待なんぞするよりも、あの2人だけでずっと惨めに暮らして、最後にのたれ死んでくれれば最高の供養と思っているので。